どうも、おいりです。今回いただいた質問が、かけにくい包丁や食材へスッと入るような切れ味のいい包丁を探しています。おいりさんはどのように使い分けていますか？おすすめはありますか？ということで、先結論をお伝えします。結論として先もう画像で出しておきます。こちらなんですけど、かけにくい包丁はこちらです。で、食材へスッと入るような包丁っていうのはこちらの分類になるんですけど、まずこの画像について、これ包丁の断面図です。これ見る人からしたら、僕もそうだったんですけど、すごくびっくりしますよね。何この数というか、何この断面みたいな。っていうのも、僕が今日すごい伝えたい内容っていうのは、よくね、包丁を探す時って、片刃の包丁か両刃の包丁、よくこの2択で言われてるんですよ。なんですけど、この両刃の中に5択もあるんですね。もっとその細分化すればもっとあるんですよ。なのでこれをね、今回皆さんに伝えたいんですよ。もう本当に同じ両刃でもまるっきり違うので、もう全然使い勝手違うんですよ。使い勝手も違うし、その研ぎやすさとかそういったね、研ぎの面においても全然変わってくるので、今日はこの形状、この5つの形状について詳しくお話ししたいと思います。では早速お話ししていきたいんですけど、今回話すテーマっていうのが、まず両刃と片刃の包丁について軽くおさらいします。でその後にそのさっき言った5つのその形状についてお話しします。で最後に僕からですね、ちょっと刃物メーカーさんへのお願いというか、そういったね思いがあって、ぜひねそちらも聞いていただきたいなと思うので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。では早速、まずさっきの断面図ですね。この中に5つのその両刃の構造があります。でもう一つ片刃の包丁の断面図があります。で今回この出してる断面図っていうのは購入時の状態です。包丁を作られた状態のその構造の形です。だから自分が研いだ場合の形とかではなくて、包丁の新品の状態ですねの最初の構造がどういう構造をしてるのか。でこの構造のことによってその後のね、自分がどう研ぎやすい包丁になるのかとか、どういう切れ感になるのかとか、料理のしやすさっていうのは本当に変わってくるので、今回この両刃がテーマなんですけど、まず先に片刃ですね。片刃包丁っていうのは基本的にこの一つなんですよ。この片刃の断面の状態をチゼルっていうんですけど、それは覚えなくていいです。片刃の包丁はこういう感じだなってことは覚えててください。でよくこの片刃の包丁ってよく勘違いされがちなのが、ただ普通に両刃の包丁をその半分にして片方にだけ刃がついてるよって思われてる方多いんですけど、片刃の包丁の本当のその片刃包丁ですね、その魅力っていうのが裏にあるんですよ。その刃がついてる斜めになってる反対側ですね。この反対側って裏すきといって、火とかっていうんですけど、これ平らじゃなくてえぐれてるんですね。へこんでるんですよ。それが本当の片刃包丁と言われるものです。つまりその両刃の構造の包丁を買ってずっと片刃研ぎしても片刃包丁にはならないんですね。それはただ片刃風、片刃研ぎしてるだけの両刃包丁であって、片刃包丁っていうのはその構造自体が片刃包丁じゃないと片刃包丁にはならないので、まずこういうことは覚えておいてください。でこの比があることによって、裏すきがあることによってどういったメリットがあるのかっていうのは以前のね動画でかなり詳しく説明したので、そちらの動画でご覧ください。で今回のテーマっていうのはこの両刃の5つの構造の断面です。で早速お話ししていきたいんですけど、ちょっとお話しする前に今回ねちょっといくつか単語を出します。なのでその単語を一度おさらいして、でその後お話し進めます。まず先に包丁のその部位の名称ですね。その切り刃とか平とか小刃とかっていう名前があるんですけど、まずそれを分かってほしいんですね。ではまず平っていうのは牛刀とかの場合平とか腹って言われるんですけど、この部分ですね、この部分、この砥石に当てない部分、この部分のことを平とか腹って言います。でこっちの部分、刃先側の方ですね、砥石に当てる面です。この部分のことを切り刃とか切り刃とかって言うんですけど、僕は切り刃って呼んでるので切り刃と言わせていただきます。切り刃と言います。でこの刃の先の先、この刃がついてる場所のことを刃先と言います。そしてその刃先ね、これパッと見わからないんですけど、基本的にね包丁って二段刃といって、この刃先よーく見るとその段があるんですよ。二段刃っていうんですけど、刃が最後鈍角にされて尖れて、ここが段になってる状態のこの状態を二段刃と言います。でその二段刃の中に小刃とか糸刃っていうのがあるんですけど、今回全てそちらを小刃と言わせていただきます。で最後にしのぎですね、しのぎ筋というのがあるんですけど、しのぎっていうのは今言った平ですね、平と切り刃のこの間のこの線のこと、この線分かります？ここに筋ありますよね。この線のことをしのぎ筋と言います。しのぎって言うんですよ。はい、まずこれらを覚えてください。で今からそのさっき言った断面の説明に入ります。ではその5つ言っていきます。その5つ全てこれ名前にグラインドって最後つくんですけど、ホローグラインド、フルフラットグラインド、セイバーグラインド、スカンジグラインドでコンベックスグラインドというものがあります。最後のコンベックスというのはハマグリ刃のことですね。ハマグリ刃っていうのは刃の形状が図のようにハマグリの貝殻のようにね
ねカーブを描いてるようなものをハマグリ刃コンベックスと言います。で中3つですね、これはフラットグラインドのその仲間たちなんですけど、そのフラットグラインドの中にそのフルフラットとかセイバーとかね、セイバーでちょっとかっこいいですよねとか、スカンジグラインドとかそういったのがあるんですけど、まあこれらはどういうものかっていうと、そのピシッて決められてるんですよ。その切り刃なら切り刃、しのぎならしのぎとかね、こういうね、もうこういう線でね、もうピシッと決められてるのがまあフラットグラインドたちがこの子たちです。でフォローグラインドですね。フォローグラインドっていうのはこうね、逆にその内側に R があるみたいな、かなりまあもう見てわかる通りすごい薄くなるんですよ、極端にその刃先の方がね。そういう包丁もあります。で今からまあこういう包丁があるんだなってことは分かりましたと。じゃあこの包丁を分かるためにどうやってその見分ければいいか、どうやって分かればいいのかってことを説明していきます。一番確かな方法っていうのは定規ですね。こういったまあ物差しがあると思うんですけど、こういったもので包丁にこうやってちょっと当ててみるんですよ。その時にまあ状態、これでもう一発でどういう状態か分かるので、どっからどこまでが平で、どこにしのぎがあってどこに切り刃があって、で切り刃にこうやって当てた時に隙間が空洞があったらそれはフォローだなとか分かるので、まあこれでも分かります。あと分かりやすいのは平らななんか机、テーブルとかに置くんですよ、刃を。例えばこういう感じですね。包丁を机の上にこういう感じで置いて、で指でこうやって置いて、刃先側と背中側にこういう感じで置いて、で一回こういう感じでちょっと動かしてみるんですよ。そうした時にもうピタッて動かなかったらそれはフルフラットです。でちょっとこうやってカクカクってこうやって動いたらそれはセーバーです。でもしこうやってやった時に滑らかにこういう風に動いたらそれはハマグリ刃コンベックスですってことがこういうやり方でもわかるので、是非ね自分の包丁がどういったものなのかやってみてください。であともう一個やっていただきたいのが、包丁をこういう風に触って包丁の峰から刃先に向かってこうやって人差し指と親指で押さえて、こういう風に刃先に向かって抜いてほしいんですよ。こうすることによって僕らその抜き具合っていうんですけど、包丁の峰から刃先にかけてどのような感じでその刃が抜けてるかですね、厚みがどんどん薄くなってるかってことがこれで大体なんとなくわかるんですね。でその抜け具合がわかるっていうのと、その構造形もさっき言ったこれがコンベックスなのかとかフルフラットなのかセーバーなのかとかスカンジなのかとかいろいろ分かってくるので、こういう触り方もぜひやってみてください。はいという感じですね。これでまあ大体構造の見分け方っていうのが分かりましたと。じゃあ次にまあその得意不得意ですね。さっき結論でも言った通り、かけにくい包丁はどれなのかとか、切れ味のいい食材へスッと入るような刃の包丁っていうのはどういったものを選べばいいのかってことをお伝えしようと思います。ではまずさっきの断面、まず結論でも言った通り、かけにくい包丁はこの2つです。かけにくいっていうのはすごく強度があるって意味ですね。すごく耐久性があって、持続性に優れてるよっていう状態です。で食材にスッと入るような切れ味っていうのはこの2つです。要はこのイラスト見てなんとなく想像つくと思うんですけど、その刃先がすごい薄いじゃないですか。すごく鋭いっていうのと、あと抜けがいいんですね。抵抗が少ないんですよ。だからスッと入るような切れ味を求めるんだったらフォローとかフルフラットのものがおすすめです。ただ今言った中ってこれ5つ全部その峰の厚みが全部一緒だったらって話なので、一番その食材への抵抗とかそういったその要因って元々の刃の厚みがやっぱり一番大事なので、包丁の峰から見た時、包丁の背中から見た時にどれくらい厚いかどれくらい薄いかで基本的にはやっぱり食材の抵抗の加減っていうのは変わってきます。だから出刃包丁とかああいった骨に当たるような包丁っていうのはもう峰がすごい厚いんですよ。実際見てわかる通りこちらですね、こんな感じで出刃包丁ってすっごい厚いんですよ。これとこれね比べたら分かると思うんですけど、これ分かりますかね。全然厚み違いますよね。もう4倍ぐらい違いますよね。そのくらい包丁の種類、その使用目的によってやっぱり全然ね厚みって変わってくるんですよ。だから包丁を選ぶ際にっていうのは、例えば牛刀1つにしてもこの元の厚みですね、これを選ぶのがものすごい大事です。でその中でも今回のその5つのその形っていうのがあるので、自分がどういった料理どういった作業をしたいかによってそのやりやすさっていうのは変わってくるので、ぜひ参考にしてで自分で調べて自分で買ってみて試してみてください。本当に同じ牛刀でもこの構造が違うだけで全然違うんですよ。じゃあ例えでどう違うかって僕の経験則でいろいろお話ししていきます。例えば割れやすい食材ってありますよね。切っててバキバキバキっていうようなそういった食材ありますよね。大根とか人参とかそういった根菜ですねとか、あと長芋とか、長芋分かりやすいですね。そういった食材を切る時っていうのはもうできるだけ刃の
厚みっていうのはもちろんなんですけど、薄いものがいいです。で構造はフルフラットもしくはフォローですね。それが一番適してます。一番抵抗なく切れるので。でかぼちゃですね、よくねかぼちゃ切る時、出刃包丁とか厚めの包丁で切った方がいいって言われる方多いんですけど、僕はあれ反対なんですよ。反対というか、確かにああいったかけにくい包丁でああいったね硬いかぼちゃとか切るとかけにくくてね、切る時に危なくないとかかけにくいとかって言われると思うんですけど、かぼちゃに関してはあれは完全に切り方なんですね。どういう切り方をすればいいのかっていうのは、以前ねこの動画でかなり説明したんですけど、かぼちゃっていうのは手こ切りといって、こういう感じでまな板にこの刃をつけて、でこういう感じで切ったらもうすぐ切れるんですよ。本当にこれやってみてください。でその時にそれが一番スッと入るような包丁ということで、かぼちゃに適した包丁、かぼちゃをぶつ切りする時に適した包丁っていうのはできるだけ抵抗の少ないフルフラットとかフォローグラインドの包丁が適してます。ただ本当にこれは切り方のコツがちょっと大事になってくるので、間違えたら例えばかぼちゃの途中まで行ってちょっとでもこじるっていうんですけど、その左右にね、この左右になんかひねるようなことですね。かぼちゃを切ってで途中まで刃がいったんだけど、その後無理やりなんかね左右にちょっとグラグラさせたりとか、そうすると本当にもうすぐ欠けちゃうんですよ。だからそういった薄い包丁でかぼちゃを切るって時は絶対にこじらないように、絶対に左右に動かさないようにするように切ってください。で今僕ねすごい薄い包丁とか抵抗が少ない包丁がすごい好きなので、今例え話でもずっとねそのフォローグラインドとかフルフラットグラインドっていうのをおすすめしてるんですけど、もちろんコンベックスとかスカンジにもかなりメリットがあるんですね。そのメリットは何かっていうと、かなり耐久力に優れてます。持続性がいいです。で本当にかけにくい。だから僕がよく聞くのは、料理人とかそういったプロの現場で大量調理をする人っていうのは1日にもう何時間も包丁作業するじゃないですか。だからその時にやっぱり短時間で切れ味すぐ落ちてほしくないから、わざとこういう研ぎ方をしたりとか、こういう包丁を選んだりってことをする人が結構周りには多いです。でこのコンベックスとスカンジ、この2つにおいてちょっと話すると、この2つの違いって大きな違いどこかっていうと、その刃先からちょっと上の場所の厚みの問題なんですよ。スカンジっていうのはすっごい厚いの分かります？しのぎが刃先側にあって、でそこの部分ってすっごい厚いんですよ。でもハマグリ刃っていうのはだんだんその包丁の峰から刃先に行くに従って、だんだんなだらかなカーブを描きながらこういう感じでね、そういったハマグリコンベックスっていうのは意外と包丁が厚い、抵抗が結構あるのかなってね思う方いるかもしれないんですけど、これそんなことないんですよ。ハマグリ刃ってね結構抜けがいいんですよ。っていうのはそのフラットのものよりもそのなだらかなその滑らかなカーブを描いてることで、食材がピタッて張り付かなかったりとか割れが起きにくかったりとか、そういったメリットはあるので、このハマグリ刃コンベックスっていうのはあえてそういう研ぎ方をしてる人っていうのはすごく多いです。でこのスカンジっていうのはこれあんまりその高級包丁と言われる分類ではそんなにないんですけど、ちょっとね安めの包丁っていうのは本当に1枚の鉄板をただくり抜いて、で最後刃先つけただけなので、こういった構造のものが多いんですよ。でセーバーですね、セーバーはね一番僕の見てきた中で一番多いです。実際僕が持ってる包丁っていうのもほとんどセーバーです。セーバーの魅力って一番ちょうどいいバランスの取れてるっていうのもあるんですけど、一番の魅力っていうのはそのしのぎありですね。しのぎがある包丁ってめちゃくちゃ研ぎやすいんですよ。特に例えばこれですね、これとかすごく分かりやすいと思うんですけど、見て分かる通りこれ黒いところが平ですね。でこの磨かれてるところが切り刃、砥石に当てる面なんですけど、でこの真ん中がしのぎ筋。要はこういう包丁ってもうこの面に砥石を当てろって言ってるようなもんなので、もう砥石に当てたらもうそっからねなんか変に右手でこういう風に調整しなくていいんですよ。そのままピタッと当てて前後運動をさせればいいだけなので、こういったしのぎありの包丁、セーバーとかそういった包丁っていうのはすごくね研ぎやすいです。でフルフラットの研ぎはっていうと、そのままもう峰までペタッと当てて研いでもいいですし、もう元々の厚みがめちゃめちゃ薄くてすごい薄い包丁のフルフラットの包丁だったら、小刃付けだけといって最後刃を立ててそれだけで研いで刃をつけてしばらく使ってもいいです。そこは自分の好み、自分の作業内容によって変えていただけたらいいと思います。でその小刃付けのことで少し言うと、ハマグリ刃コンベックスとかスカンジっていうものっていうのは小刃付けする必要ないんですよ。してもいいんですけど、あれって刃先がすごくねもう鈍角になってるので、僕はその形状の包丁についてはわざわざ小刃付けしてないです。刃先の角度がもうそれでもう出来上がっちゃってるので、理想の角度にそのハマグリとかスカンジっていうのはも
もうその時点でもう出来上がってるので、その小刃付けっていうのは必要ないんですけど、もうよりもっともっともっと、その人によっては3段刃とか作る人もいるんですよ。よりかけにくくさせるために。だからそういった2段刃の厚みもそうですけど、その段の数3段にするしないっていうのも自分のもう好みですね。いろいろ試してみて、自分との相性のいい研ぎ、相性のいい包丁のその構造っていうのをぜひ見つけてみてください。はい、という感じではあるんですけど、この5つの形状とかこの名前ですね、ぜひ覚えてほしいんですね。その理由っていうのは、僕ね、今後包丁のレビュー動画とかいろいろしていくんですよ。その時にこの包丁はコンベックスだとかフルフラットだとかセーバーだとか、そういったことを言っていきますので、今回の内容はぜひ覚えていただきたく思います。で、最後に僕の思いというか、そのメーカーさん、包丁屋さんに対するちょっと希望というか夢みたいのをちょっとお伝えしたいと思います。結論を言うと、僕が今回この話した内容のこの構造の名前、どういったその包丁はどういった包丁なのかって触らなかったりとかしないと分かんないんですよ。だからもうその商品にちゃんと表記してほしいんですね。包丁って包丁の種類、牛刀とか包丁の長さ 210mm とか 180mm とか、あと包丁の材質ですね。それがステンレスなのか、それが鋼なのか、その中でも V 金なのか銀酸なのか青なのか白なのかとかいろいろあると思うんですけど、その表記っていうのは大体あるじゃないですか。で、あと包丁のその形、今日説明したこの構造のその断面見た時のその形っていうのも入れてほしいんですね。この形はコンベックスだよとか、そういったね、親切な世の中になったらすごくいいなと思って、こういったのって包丁に限らず砥石もそうなんですけど、砥石もね、僕よく3つの製造方法あって、ビトリファイド、マグネシア、レジノイドとかね、その製法の違いによって全然研ぎ感とか刃の付き方違いよってことを言ってるんですけど、その製法書いてるとこほとんどないんですよ。調べてみてもらうと分かるんですけど、もう書いてるとこほんと少ないです。この砥石に関してはね、もう絶対載せるべきだと思ってるので、僕はずっと毎回言ってるんですけど、もしねこれ聞いてくださってる方いましたら、ぜひ載せてください。本当によろしくお願いします。で、あとそうですね、あと載せてくれたら親切だな、すごく嬉しいなって思うのは、その包丁に対して一番相性のいい砥石、砥石もそうですけど、研ぎ方、この包丁にはこの研ぎ方がおすすめです、この砥石がおすすめですってことをもしね言ってあったり説明書に書いてあったらすごくいいんじゃないかなと思います。もっと言うと、その研いだ後の仕上がりの状態とかですね、これって本当難しいんですよ。人によって研ぎ方違うし、使ってる砥石も違うんですけど、一つの例としてあるだけでも全然いいと思うんですよ。1000番の砥石で研いだら傷跡とか包丁の感じ、ダマスカスの感じがこう残るとか、天然砥石で研いだら一応一つの例としてこういう感じで仕上がりましたとか、これねあったらね、もうめっちゃいいと思うんですよね。むしろ僕がそういう仕事をしたいというか、もう仕上げ屋というか、僕がねその包丁を研いでこういう感じで仕上がりましたってことをね、もしなんか参考にしてくれたらすごくいいなと思います。はい、ということで、もしね見てる方もなんかそういった要望というか、こういうのあったらいいのにな、こういうことをしてくれたら嬉しいなってね、メーカーさんに対してあることあると思うんですけど、もしあればぜひコメント欄でお待ちしております。僕も皆さんの意見聞きたいです。はい、ということで今回の動画以上となります。ありがとうございました。もしこの動画が少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。